こんにちは、インリビングです。今日は100円ショップの中のセリアの購入品を紹介していきたいと思います。たくさんあるので一つずつ紹介していきたいと思います。まず1つ目はこちら。これは開け閉めいらずの整理ボックスです。こんな感じで、ここに十字の切れ込みが入っているケースです。これはここにポリ袋とか手袋とかを入れて1枚ずつこう取り出せるというものです。今まではウェットティッシュケースとかに入れたりとか、もうそのまま箱のまま収納して使っていたんですけど、1枚ずつ取り出すっていうのが結構難しくて、そういう時にこれはかなり使えるんじゃないかなと思って購入しました。次はこちら、また箱です。これは蓋が止まるケース M です。パクって開くんですけど、この蓋が止まるということかなと思います。こう勝手に閉まらないということかなと思います。それかここで蓋がこうきっちり止まって開かないよっていう、そういうことかもしれません。このサイズの箱結構使い勝手がいいんじゃないかなと思ってこれも買いました。いろいろ使う用途がありそうです。次はこちら。これは結構持っている人も多いんじゃないかなと思います。私も前の家でも使っていたんですけど、薬味チューブホルダーです。これは冷蔵庫のドアポケットにつけて、生姜のチューブとかそういうものをここに挿しておけるよというものです。これは冷蔵庫はもちろんなんですけど、こういうところにもこれを引っ掛けて、例えばリップをここに挿しておいたりとか、ペンを挿しておいたりとか、割といろいろ何にでも使えるので、これはすごくおすすめです。次はこちら。これも冷蔵庫のドアポケットにつけるものです。納豆についてくる生姜とか、お刺身についてくるわさびとか、そういう余りがちなものを収納しておく用のポケットです。これも同じで、冷蔵庫以外にもこうつけて小物を入れておいたりとか、ピンをこう刺しておいたりとか、なくなりがちなものをキープしておけるので、すごくおすすめです。次はこちら。これはスライスチーズケースです。これ今回なんで100円ショップ、いつも行かない100円ショップに行ったのかというと、これの存在を知ったからなんですね。私はチーズがすごく好きで、スライスチーズもよく食べるので、それ専用のケースが売っているんだっていうことにすごく感動してどうしてもこれが欲しくなってセリアに行きました。ちゃんと斜めになっていて、チーズが取り出しやすくなっているんですよ。ちゃんととろける用ととろけない用で2つ買いました。次ではメモリ付きの
なんて言うんですかね、名前は任せてポットとなっています。ここにメモリがうっすらと書いてあります。で、上はこういう風に丸い穴が開いています。使い勝手が良さそうです。これはとあるシリアル的なものをここに入れたくて、多分そのうち動画で登場すると思うんですけど、ちょうどいいかなと思って買いました。次はこちら。これはステンレスプチフック B タイプです。これはですね、私がいつも100円ショップに行く理由は大体が S 字フックが足りなくなった時です。 S 字フックって探すと売っていないんですよ。ホームセンターも近くにないし、ネットだとこの何本入りっていうのがものすごい大量だったりとか、すごく高かったりして、でいつも100円ショップに行って購入しています。4本入りを3つ買いました。 S 字フックが欲しい時にないとすごく困るんですけど、たくさんある分には困ったことがないので S 字フックは持っておいた方がいいと思います。次はこちら。これはピンセットです。これも今多肉植物用に1本ピンセットはあるんですけど、1本だけだとちょっと、不便な時があったのでもう1本買いました。これは先っちょがこう曲がっているタイプです。意外とまっすぐなタイプより曲がってる方が作業しやすかったりします。次はこちら。これはキッチン用ポイントブラシ4本入りです。ちょっと掃除したい溝があったんですけど、歯ブラシだと大きすぎてうまく磨けなくて、でこういう小さいブラシを探していたんですけど、ちょうど100円ショップに4本入りであったので、これはもし汚れたら使い捨てもできるしいいんじゃないかなと思って買ってみました。次はこちら。これは土ふるいです。私はベランダで土いじりをすることが多いので、土をふるいたいなと思って買っておきました。これもネットにもあるんですけど、そんなにしっかりしたものが欲しいわけじゃないなと思っていて購入に至っていなかったんですけど、100円ショップで見つけて、100円だったら買っておいてもいいなと思ったので買っておきました。意外と活躍するんじゃないかなと思います。次はこちらです。これは増産じょうろです。うちには今緑の増産じょうろがあるんですけど、わかりますか？小さいのが売っていたんですよ。これは買うしかないなと思って買いました。こちらが増産じょうろ、こちらが小増産じょうろとなっています。これの緑はなかったので赤を買ってきました。かわいいです。次はこちらです。これはゲロゲロパラダイスです。これはキッズブロック。これはおもちゃコーナーにあったんですけど、私こういうパズルみたいなものがすごく好きで、小さい時はビーズとかそういうのをよくやっていて、
懐かしくなって買いました。後でやってみたいと思います。はい、ということで今回の購入品は以上になります。私はあんまり100円ショップに行くことがなくて、年に何回かしか行ってこなかったんですけど、久しぶりに行ってみたらすごく、なんていうんですかね、無印良品とかにはない専門的なものがあるというか、かゆいところに手が届くような商品がたくさんあるなと思いました。こういうスライスチーズ専用のケースとか、薬味チューブ専用のホルダーとか、そういうニッチな需要に応えるものがたくさん置いてあるなっていう印象でした。すごく楽しかったです。確かに物はチープといえばチープなものもあるんですけど、でも100円ショップでこんなにいいものが買えていいんだろうかってちょっと思いました。暑いエアコンをつけるとザーッという音がすごい入ってしまうので消して撮っているんですけど、暑くて汗だくです。よし、ということで今回はこの辺で終わりにしたいと思います。それでは。